皆さんこんにちは、うまみです。年末年始の予定は決まっていますか？今回は年末年始をバリ島で過ごす旅の様子、特にバリ島での初日の出を見る方法について、昨年の私たちの経験を中心にご紹介しつつ、今年の年末に向けての計画なんかもお話ししたいと思います。内容としてはこんな感じ。1、なぜ年末年始にバリ島なのか。2、昨年の私たちの旅程とフライト選択振り返り。3、ホテル紹介。星のやバリ、サマで。4、バリでの初日の出ツアー。さて、まずはなぜ年末年始にバリ島なのかというところからご説明します。実は正月のバリ島は雨季で、リゾートとしてはオフシーズンに当たります。同じ東南アジアのリゾートでもプーケット島は確か年末年始はベストシーズンだったりしますので、東南アジアのビーチリゾートは気候を個別に確認するのが重要なんですね。ただバリはほぼ赤道付近で、実は南半球にあるので、年末年始でも気温も水温も十分で、雨が降りやすいといっても日本の梅雨のように一日中雨という感じではなく、ザーッと降って上がるというのが何回かある感じ。私たちは去年のバリでまた2回目なので、このあたりバリのベテランの方のご意見もいただければありがたいです。雨季でオフシーズンというのが一番ポイントになるのは滞在コストの部分で、ただでさえ特別価格になりがちな年末年始にベストシーズンのリゾートに行こうとすると、なかなかのお値段になるわけです。体感としては正月のハワイは格別として、プーケットあたりと比べてもお値頃感があると思っています。特に年末年始が特別な日本の観光地、例えば宮古島あたりに行くくらいならバリに行ってしまった方が年末年始はコスパも良いかもと私たちは思っています。雨季のバリ島での過ごし方ですが、ホテルでのんびり過ごす方は多少の雨でも関係ないですし、山の方のクムドゥに行く方であれば少し雨の方が森の緑が綺麗だったりもします。ここで昨年の私たちの旅程をご紹介します。昨年はトコトコくんの仕事の都合で12月31日に日本を出発、12月31日から1月2日まで星のやバリ、その後1月2日から1月7日までサマベバリスイーツ&ビラズに宿泊して、1月8日朝に帰国しました。この時は直行便を意識してガルーダ航空で成田から往復したので、行きは朝出発で夕方5時過ぎに到着、帰りは日付の変わった深夜0時過ぎに出発して朝の9時ぐらいに成田着のレッドアイでした。これは直行便で便利ではあるのですが、成田発着であることと、帰りがレッドアイでせっかくのリゾートに行ったのに疲労困憊で日本に戻る、しかも成田という点で、今振り返れば私たちにはバッドな選択でした。インドネシアについてはビザンアライバル、つまり空港発行のビザを購入して入国する必要があり、ずっと前の初回訪問時はまたビザも紙での対応でジャカルタ空港で大変並んだ記憶があり、今回はガルーダでバリ直行便にしてみたのですが、2024年の訪問時にはビザ申請も完全電子化されており、バリ空港での手続きはとってもスムーズでした。インドネシアのフラッグキャリアだったので、空港側でも入国審査の窓口開設数とか配慮されていたのかもしれません。それでも大晦日のバリはあちこちで花火が上がったり、道路を占拠して爆竹祭りになったりと、交通がどうにも混雑します。当初は空港着いてからグラブタクシーで移動しようと思ったのですが、最初の宿泊が雨物だったので行ってくれる車が少ないかもと考えて、お高めのホテル送迎を
頼むことにしました。多分年末年始はこれが正解なのかもしれないと思っています。大会中に使ったグラブのドライバーは星野やウブドゥに行くの初めてと言っていたので、大晦日の夜だと道が閉鎖されていたりすると周囲に不安内なドライバーに当たるリスクも考えておいた方が良さそうです。星野屋の送迎ドライバーは毎年のことでもあるのか、閉鎖されている道を華麗に裏道で抜けて頑張ってくれました。それでもホテル着は夜10時ぐらい。ちょっと大晦日の過ごし方としては悲しい。帰りもガルーダ便は深夜発で出発まで時間を潰す必要があります。昨年の私たちはホテルを昼過ぎにチェックアウトして、お昼ご飯の後、空港近くのスパで入浴からマッサージまで5時間のコース、1万3000円くらいをお願いして夕食まで済ませた後に空港に行きましたが、入浴の後も少し疲れが残った感じになりましたね。その状態で深夜便で帰国するのはなんかしんどいものがありました。またガルーダの直行便は早期予約してもあまり安くならないことと、やっぱり機材が少し経年劣化している感があります。最近は日系キャリアも似た仕組みを始めていますが、ガルーダでも直前になると空いているビジネスクラスシートを入札で安く売り出すことをしており、私たちの時はほぼ最低入札額で往路は入札できたのですが、クレジットカードの決済がブロックされてしまい購入できませんでした。外資キャリアについては普通にチケット購入する場合も不正利用疑いでブロックされてしまうことがありますが、ビジネスクラスの入札利用の場合はカード会社に事前に連絡してせっかく落札できたのに、カード会社の都合で決済できず権利を失うことがないようにしていきたいものです。特にガルーダ便は帰りのレッドアイフライトの方が特にビジネスクラスをする意味がありますが、入札の決済はフライトの48時間前とかになるので、多くの人は日本にいない状態のはずなので、日本にいるうちに段取りをしておきましょう。そんなこともあり、私たちは今年の年末はガルーダをやめてシンガポール航空でシンガポール経由便を予約しています。乗り継ぎは発生しますが、同じシンガポール航空での乗り継ぎで乗り継ぎ時間は1時間程度とあまり時間が無駄になりません。ただ、現地着はやはり夜になるので、初日は空港で1泊して2日目からお目当てのリゾートホテルに移動する計画にしてみました。こちらはまた年明けに報告動画でどうなったか紹介させていただければと思います。続きまして、私たちが泊まったバリのホテルを紹介します。最初は星のやバリ。星のやが2017年に初めて海外進出したのが星のやウブズとのこと。従業員教育を頑張っている社員のドキュメンタリーを当時テレビで見たおぼろげな記憶があります。私たちは別動画でもご紹介していますが、星のやでは温泉がついている海ブランドが好きで、お互いの誕生月に回る計画にしていますが、海外の星のやはちょっと気になっていました。当初泊まる予定だったサマフェでは大晦日はガラディナーが強制的についてくるのですが、当日のフライトではディナータイムに間に合わないこともあり、どうしようかなと思っていたら星のやウブズの予約が空いていて、元旦のガゼボディナーも予約できそうだったので、ミニマムの2泊を星のやで過ごすことにしたのでした。大晦日は夜遅くの到着で夕食の時間も過ぎていましたが、ホテルの送迎車は綺麗な SUV でドライバーも委託でなく、ホテルの制服を着た粋なお兄さんでした。夜の10時過ぎに到着で、ホテルも海の市街から遠く離れた山の中で、街中の爆竹も聞こえずとても静かでしたが、ちゃんとホテルマンが待っていてくれました。ホテルは山の斜面に空中回廊と水路プールを中心に作られており、レストランのあるメイン館の建物とは別に
山の斜面に吊るされた鳥かごのようなガゼゴでも食事ができるプランがあります。私たちは元旦の夕食と1月2日の朝食をこのガゼゴでいただきました。元旦の朝は初日の出を見るために山頂ツアーに行ったので、クロワッサンとコーヒーのお弁当を用意してもらいました。おのおのの食事は写真の感じ。夕食も朝食も国内の星のやと似た感じで、地場の食材を使ったことを説明してもらいながら、食器や盛り付けに凝った感じで出てきます。これが美味しいと強く印象に残っているものはなかったのですが、星のやファンなら安心のクオリティかと思います。ただレストランは1カ所だけでルームサービスもないようなので、連泊すると食事は少し飽きるかもしれません。私たちは2泊しましたが、ホテルで食べたのは結局夕食と朝食が1回ずつだったので良かったのですが、ウブドゥの市街に出るためのシャトルバスが出ており、ホテル WeChat で予約すれば乗ることができますが、市街地まで行くのにはちょっと時間がかかります。ゆっくり滞在はしたいが食事がというジレンマが残るホテルと思いました。滞在型を想定するのであれば、食事やレストランはもう少し何かできると良いかと。お部屋は部屋に入っていきなりベッドのコテージ型としては珍しい作り。テレビはないですが、天井は高くウォシュレット付きのトイレと水圧高いシャワーにバスタブと機能面では全く不満ありません。床もフローリングで清潔な感じでした。水ボトルに冷蔵庫もあり、足りないものがあれば WeChat でフロントと話ができるので、いちいち電話しなくても良いので、プール沿いで本読んだりしている時にすぐ連絡できて、これも便利でした。ホテルのお土産としては、星のやおなじみのカードキーではなく、昔ながらの物理鍵のキーホルダーとしてついていた小さなガムランボールが素敵で、売店で購入しました。そうしたらなんと正月泊だったからなのか、お電話的なギフトボックスをチェックアウトの時にいただきまして、その中にガムランボールが入っていたという。まあ2個あっても全然いいんですけどね。その後1月2日から当初予定していたサマネバリスイーツ&ビラツのプール付きビラに移動。ここはヌサジワの他のリゾートホテル同様、建物内のスイートルームとビラが併存しているホテル。オールインクルーシブが売りということでちょっとお高くなるものの、滞在中のオールインクルーシブオプションをつけました。これが他のホテルのオールインクルーシブよりひときわ優れもので、通常の飲食はもちろんのこと、いろいろ特典がついてきます。私たちが重宝したのは24時間のルームサービスも何度でも。お水の追加とかお菓子やコーヒーも持ってきてくれてすごく便利でした。ここも WeChat のバトラーサービスがあり、ビーチやプールサイトでも Wi-Fi がガンガン飛んでいるので、ビーチで寝ている時にスマホで飲食物を注文できたり、とにかく重宝しました。お酒飲まない私たちでもこのオールインクルーシブはとにかく便利と感じました。毎日の洗濯はドライではなくウォッシュ&フォーメットですが、こちらも込み。滞在中にコインランドリー往復したりするのも面倒だったりしますが、気軽に洗濯できるのは暑いビーチリゾートではありがたいですよね。ランドリー袋に入れて WeChat で呼ぶと取りに来てくれて、品物の確認も WeChat で行い、夕食前には仕上がってきます。他のホテルだとスマイス制限あったり、サマベと比べるとせこいなぁと思っちゃう。滞在日数に応じてオプションツアーが無料で付けられます。私たちは5泊でオプション5個、全部食事系オプションに使いました。朝食としてはビーチカバナでの
朝食コース。ディナーとしては、サマベ名物の洞窟ディナー、ディスタフェルディナーというインドネシア郷土料理のコースに、エクゼクティブシェフによるバリ料理のコース、最後にビラでのバーベキューという感じ。どの食事オプションも各々特色があって良かったですが、やはり郷土料理のディスタフェルディナーは他のホテルでもあるようですが、ここで一度体験できて良かったと思います。ただテレスや屋外での食事は可能襲来が厳しいので虫除け必須です。パトラーにお願いしたらレープのような虫除けに加えて昔ながらの蚊取り線香も手配してくれました。ここのホテルはビーチがやや崖下にあるのですが、ミニケーブルカーのような箱で降りていくことができます。ここの眺めが美しく、オールインクルーシブと強力な敷地内 Wi-Fi でいつでもバトラーとつながるので、特に繁忙期でない年末年始のホテル内での滞在は極めて快適で、毎日ビーチに行ってのんびりしてました。アクセス観光したくない方にはおすすめできます。最後にバリでの初日の出ですが、島の東側であれば普通にビーチで見られると思うのですが、この時は山でご来光を見たいと思い、バリ島のバトゥール山に登って日の出を見るツアーに応募しました。ジープでバトゥール山に登っていくツアーで、私たちの時は KKday で申し込んだのですが、現在はもう募集してないようです。ただバトゥール山は人気のスポットなので、ジープ利用からトモト山までいろいろなツアーがありそうなので、興味のある方は検討してみてください。この時のツアーでは日の出に間に合うようにということで、ヌサドアのホテルでは朝2時、私たちが宿泊していたウブドゥでも朝3時のピックアップで、前日が夜10時過ぎの到着だったので、ほぼ寝ないまま翌朝のツアーでした。1700メートルクラスの山に行くというのは、ジープ登山でもなかなかしんどいものがありました。ジープ自体がスケルトンなので、バリといえ朝方に風切って走っていると結構寒かったです。しかも私たちの時は残念ながら曇りで、雲間からのご来光になってしまいました。ただこれはこれで一度は体験してみても良いかなと。来年は行かないですけどね。バリ島での年末年始のご紹介はいかがだったでしょうか。寒い日本を抜け出して南国で迎える新年、最高ですよ。またご紹介させていただければと思いますが、バリのベテランの方からのおすすめなどもコメントいただければとっても嬉しいです。またねー。